はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日は三角バラを、割りながらいろいろそのお話をしたいと思います。今日もよろしくお願いします。これが三角バラ。はい。もう形が三角形になったんですね。三角バラ。でここに、ぶりつけというこの下、にこうぶりつけというコーネを作った部分。はい。であそこがその上にこれがついてると。でこれがまあこうバラ山がずっとついてると。これの買い方というのは当然のことながらここを見て肉厚が厚い方のは、やっぱりそのカルビを出そうとするのであればこういった肉厚のあるやつがあった方がいいし、でもう一つはあとこの上の油どれだけの量があるかで、その時に肉屋さんが掃除する場合は極端に言ったらここにこう油があるとするやんか、あとこの油これベリベリってめくるんやけど、ここどうしてもこの面を見るやんか、みんな油多いのかな、こっち見て油多いのかなと、でその単品で売っとるこれを単品で売るっていうとこはまず油の引き方がこう斜めにこうやってするでこっちもこうすると、こっちもこうやって斜めに多少するから、ここ触ると分かるんやけど、これ油多いなって分かるやん、これなもう触った時点で。でこの辺とかもこうやって触っていくで、油の質にもよっても硬い柔らかいがあるから一概に触って分かるかっていうのは一つは経験してみやんと分からんねんけど、でも大体こういうとこってな油多い。だからいつも自分が一回三角バラを掃除して原価計算をしてぶどまり計算するやんか、でもこういうのは毎回違うから、もしこれを買うたとしたらな毎回原価計算をしていった方のがいい。一番重要なことがあって、こんなんはさ真空パックになっとっても見れるやんか、極端に言ったら、こう切ってあるやつなの。この辺からこっちっていうのは使い物にあんまりならへんのっちの。カルビーとしては使えやんと。この三角バラを高い値で買うてここ使い物にならんからまたロスになるやんか、であともう一つはこれがこう長いやつもあるんちの。関東の方とか割にそういう三角バラ長いのが売っとんの。その代わりぶりつけはそれがついてないから、ぶりつけがちょっと高くなってこっちがちょっと安くなっとると。ぶりつけを欲しいと思って買うんやったら関東の方のそういうスペック買うた方のがいらんとこついてないから得なんでしょ。そしてあともう一つはここにこう骨がついとったとこやから、割にこういうところは外にさらされるっていう面もあるんやけど色変わりが早いと。でこのバラ山をつけてカルビカットにされる人もおるし、このままつけたままね、こうつけていく人もおるし、このバラ山を全部取ってカルビカットにする人もおる。そしてあとここをカルビで売って、でこっちが肩ロースの座布団っていうとことひっついとったとこやから、ちょっとしか取れへんけど座布団として売ることもこれはできますよっていうこと。バンドなんやけど買い方を間違えると割高になって値段が合わんようになる。で逆にこれが今度身の厚すぎるやつがあるとする。これよりもっと厚いと、見たくれへんやにうわすごいなと思うんやけど、カルビーカットにしていくと1枚の幅が広くなるから、でこういうとこがくどいと思われる場合もある。でメスを買うと割に小さいんやけど、最近のメスも大きいから、これもメスねんやけど割に大きい方やなこれも。今回はこれを違うとこへもするもんで、これ最初にこの時点で取っといた方がいいと思う。それでないとこれして自分でこうやってすんのめちゃめちゃめんどくさいんちゅうの。やりにくいんちゅうの。中落ちのこの僕の外し方っていうのは思いっきりガバーッとこう削ってしまう。この辺に一本一本取っていくんじゃなくて、こっちとこの2本3本までかな、2本ぐらいこう1本ずつ取るんじゃなくて、こっちからもう僕このようにいっぺんに取ってしまう。こういう感じで思いっきりもう取ってしまうんですよ。普通一般的の人は、この三角バラの割り方っていうのはこれをめど
に割っていくんやけど、その時にこの幅も焼肉カットにする時に考えていかなあかんやんか、こんなんでこうやってして今度これ大きかったわって半分だらちっちゃいカルビになるから、でこういうような傷がもしあった場合はこの傷をから切っていった方がいいで、これをここちょっと傷いっとるけどこういう割り方をするとこっからポロ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 ちっちゃい歯切れみたいなのになってしまうから、そういうことも考えていかんだ。でこれの次が僕の割り方はこれも油やし、これはお店にもよるけどちっちゃいの買うたり大きいの買うたり自分でそのお店の在庫とかいろんなものを考えていって買っていった方がええかなと。こういうふうに割っていくんよ僕はな。それはなんでなんですか？これはなんでかっていうと、こういうカルビを切ったとすると、こっから割れるやんか。そうそうカルビに切っていった時に割れるんちゅう。それと割れやん場合は真ん中に油が容器あるから、これとこれの間のこの油、そうそうカルビあって油があってカルビやでいや油ばっかやんって言われるのが嫌な僕は。でも割っといてもらった方がいいですよね。そう割っといた方が絶対手間暇と時間をいろいろ考えていくとやってもらった方が得。それとあともう一つはいつ割るかでも変わってくる。これが先週土地されて新しいやつをすぐにやるのと、であともう一つは土地されて脱骨してくれるとこがやってくれる。うちもなるべくいろんなことはやってもらったのっちの、せやけどここまではそこもしてくれやんでさ、それをしてくれるとこであればもっと日持ちは違うわな。であとこれをこう割ってくる。それでここでこういうカルビはできやんやんか。で今度ここでこう割ってしまうと今度ここがへこんでしまうからいろいろ自分で工夫してこっちの幅とこっちの幅違うからこうやって割っても別にええとは思う。ここを生かそうここを生かそうとしていくんであるかな。であとは出す前に何分割した時にこの上っ面の油と筋を取ればええだけ。切る時に週末とかああいう時やったらこっちの幅がようけできるからとかこの2つ全部切ってしまおう。じゃあ明日休みでもし急にこのカルビがうわーっと注文来たでもっていう時はでも切りすぎたら1日空くでまた色変わると嫌やからってこの大きさを自分の中で考えとく。でそれを店の時にお客さんが来てない時でももう自分の頭の中に普段から入れとかなあかんのと。だから在庫管理っていうのは常に頭の中に入れとかんと。なんかちょっと高めの焼肉屋さん行くともう真四角ので切ってあるじゃないですか。あれ絶対端材っていうか出ますよね。真四角じゃないとこ。出るだから高いやん。高いやろ。その分が乗ってるってことですね。そうそれでこういうような付属品をにのけるな上手にちょっとよう言わんけどさ。で筋っていうのはこの辺の筋とこの上の筋ぐらいであって大半油で極力自分がこうさばいていく時にこうやって自分で分けていった方のがええと思う。これを商品価値せえっていうわけじゃなくて自分が食べてもいいしさ、全てのこのお肉を使い切るようにでやっていくと売り上げ上がってくる。あとこれはもう自分のどういうふうに割るか、うちはこれ半分に割るだけやからさこうやって、でここが割れとるここが割れとるうちの気にしながらカットしていかんと、でこれが極端に言うたらガバーッと自分が単品で入っとったとするやん、そしたら写真撮って値段引いてくれっていう、俺はな、その代わりちゃんと写真は撮ってちゃんと動画も撮っといた方が返品はしやすい、その撮った油をはかりに乗せてひどいやつな、でこんだけ前出ししといてなって僕はやる。もう一つはこれも同じ、ここがへこむんじゃこれ、でこうなんでへっこんでここ油やからこういうふうに切っていくこういうふうに切っていくっていう考え方をしてたんで、種類としては123
4つやね。でも僕の中ではこの中で一番食べて美味しいなと思うのはここやと。そうなんですか。そうそう、ここ座布団で、これがまあカルビ、上カルビとするな。でこれがうちでいうちょっとええやつのカルビで、これはまあ中落ち芸能カルビとか。以上です。今日は三角バラの、簡単な割り方、僕のやり方を紹介させていただきました。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。まあ言うたらここはこういう真空して、ここはこういう真空して、ここは極端に言ったら4等分にしてとかさ、はい、もうそれまあそんなんは全然用途お金いただいたら何度でも対応させていただく